僕今 iPhone のね、14かな。そろそろ買い替え時かなと思ってるんですけど、iPhone14 でした。なので、9月に17が出るのかな。3年ぐらい経ってるので、そろそろ買い時かなと思ってるんですけども、移行がめんどくせえなと思ってます。いやー、これなんですよ。タイプ C ケーブルに変えたいんですよね。僕今だに iPhone14 なんで、ライトニングケーブルっていう、Apple の製品にしか使えない充電ケーブルで、Android とか、例えばこのパソコンもね、タイプ C なんですよ。っていう感じでね、大体の製品ってもうタイプ C で充電できるので、家にあるものを全部タイプ C に変えられるっていうのか、うちの彼女もタイプ C なんですよ、iPhone。なので、ライトニングを捨てるというのをそろそろやった方が、家中のケーブルが生えてる状態を多少減らせられるので、しかもライトニング折れやすいんですよね。なので、もうこれはちょっとタイプ C に変えたいよねと思ってるんですよ。そうそうそう。昔の iPhone はね、ライトニングなんですよ。今はね、iPhone タイプ C なんですけど、ライトニングね、すぐね、使えなくなるんですよ。4本のうちのここが黒くなるんですよ。黒くなって使えなくなるみたいなのがあって、ライトニングだから僕、多分20本以上は使えなくなってますね。高いやつでもね、使えなくなるんですよ。安いやつでなぜか生き残りやすとかってよくわかんないですけど、今使ってるこれがね、多分これはね、5年ぐらい使っててエレコムのやつなんだけどね、これは結構長持ちしてるんですよ。でもね、高いやつとかでもね、使えなくなったりしてよくわかんないんですよね。っていうのがあって、ライトニングはね、信用できないっていうのがあって、そうそう、ライトニングケーブルってマジ消耗品なんですよ。ちぎれたわけでもないのに使えなくなるんですよ。純正でもすぐに使えなくなります。はい。純正以外の方が耐久性あるんですよね。なので、ライトニングを捨てたいっていうのがあって、そろそろタイプ C でいいんじゃないかなと思ってるっていう。アンドロイドにするっていう手もあるんですけど、僕が使ってるアプリの何個かが iPhone のが性能がいいっていうのがあって、そんな理由で iPhone のままなんじゃないかなと思います。ライトニング裏表はないですよ。ライトニングで裏表ないんですけど、だんだん古くなってくると裏表出てきます。なんかね、この向きで挿すと充電できるけど、逆の向きで挿すと充電できないみたいな時代が来ます。っていう感じで、ライトニングってね、時間が経つにつれてね、使えなくなってくるクソケーブルなんですよ。あ、これ僕も出ました。ライトニング挿すとね、なぜか液漏れ検知ですとか言われるんだ。いやいや、液漏れ、別に液体一切触ってないのに、液漏れ検知です。で、僕の予想だと、液漏れ検知っていうのは、電圧が異常な値を示してるときに液漏れ検知になると思うんですけど、で、これがね、多分サビとか何らかが挟まったせいでなるんじゃないかっていうのがあって、ライトニングね、なんかいろいろめんどくさいんですよ。同年代で中学1年生の娘がいます。将来美大に行きたいと言い出しましたが、芸術で食べていけるほどの才能は娘にはないと思います。ひろゆきさんならどう助言しますか？行けばいいんじゃないですか？美大に行ったとしてみんな芸術家として暮らすというわけではなくて、デザイナーになりますって言って、ウェブデザイナーとかだったりとか、商品の工業デザイナーとかだったり、いろんなデザインの仕事ってあるんですよね。アップルで割とブイブイ言わせてる坊主の人で名前忘れちゃったんですけど、iPhone がなぜ売れたのかっていうので、ユーザーインターフェースのデザインが良かったっていう説があるんですよね。使いやすいユーザーインターフェースのデザインのセンスが良かったので、素人の人とかコンピューターに詳しくない人でも使いやすかった。ジョブズじゃないっす。坊主の人で、白人の人、男の人で。なんかね、カタカナ3文字ぐらいの名前の人なんですけど、アイブ。そうっす、アイブさん。で、あの人ってデザインのセンスがいいおかげで世界中で説明書がなくても使えるソフトウェアっていうのを出したわけですよ。要は iPhone って実は説明書ないじゃないですか。携帯電話とかって昔のガラケーとかって必ず説明書があって、機能ボタンを押した後にメニューをこう辿って設定はここですみたいなんですけど、 iPhone って説明書ないんですよ。でもなんとなくみんな使えるじゃないですか。っていうのが実はデザインの力で、デザインって結構優秀だよねっていうのが最近言われてたりするので、美大に行くのは別にアーティストになるためじゃなくて、例えばアフォーダンスっていう心理学的な考え方があるんですけど、椅子を全く見たことがない人でも椅子が置いてあると椅子に座ってしまう。見たことがないような形の取っ手でもドアに取っ手がついてると、それは人は取っ手だろうと思ってしまうとか、使い方を全く知らない状態でも形状がこうなってたらこういう機能を果たすだろうなっていう、人は勝手に想像するっていうのがあるんですよ。
1世代前のウェブデザインで最近あんまないんですけど、ボタンの形をしたウェブデザインって結構あったんですよ。すごい押したくなりそうな感じのボタンのデザインっていうのがあって、普通のその押しボタン的なデザインなんですけど、普通のリンクが貼ってあって青色になってるところのリンクと超ボタンっぽい画像っていうので、どっちのがクリックされるかって全く同じサイトでもボタンっぽい画像のがやっぱりクリックされるんですよ。人間ってボタンっぽいものがあったら押してみたいみたいなのがあって、ロシアの機動隊の人たちが銃撃ってくる人たちと戦うわけじゃないですか。で、その時に盾を持つんですけど、その盾に的がついてるんですよ。盾に弾当てちゃいけないわけで、本来犯人は撃つ時は盾ではない足だったりとか、盾の横に出てる手だったりを撃たなきゃいけないんですけど、盾に丸く赤い的が張ってあると、人間って無意識に的の方を撃っちゃうんですよ。で、そこで弾1個無駄にするんですよ。っていう感じで的っていうのがあると人は撃ってしまうとか、そういう感じの心理的な動きっていうのをうまく使うっていうのは、これ実はデザインの仕事でもあるんですよね。専門学校とかだとデザインの絵の描き方とかデッサンとかで終わると思うんですけど、僕美大行ったことないですけど、美大まで行くと人はデザインに対してどのように感じるかとかどう動かすかっていう技術的な絵の部分じゃなくて、心理だったりとか社会的にこの色というのはどういう意味を持つかとか、例えば中国だと紫って皇帝の色ですよねとか、分かりやすいのだとピンクだと女の子の色だよねとか、日本ってあんまり気にしないんですけど、虹色ってあるじゃないですか。七色の。七色の服って他の国の文化だと LGBT の人を指すことが多いんですよ。日本だと何も気にしないで虹色の服着てる人とかいるんですけど、でもあれって実は LGBT 指すよねみたいなのもあったりして、なのでそういう感じでその色の受け止め方とかも文化とかによって変わりますよみたいなね。はい。なぜか芸大の話でいっぱい引っ張っちゃいました。スティーブ・ジョブズを好きな人って結構話でよく聞くんですよね。世界で一番時価総額の大きな会社を作ったスティーブ・ジョブズさんっていう人がいるんですけど、iPhone とか作ってる Apple っていう会社の人で、スティーブ・ジョブズさんが癌になって死にそうになったんですけど、その時にその彼が言ったのが、人生で家族との時間をもうちょっと長く取ればよかったっていう結論を言ってるんですよ。死ぬ間際でね。世界で一番でかい会社を作って死ぬほど金持ってますっていう人で、彼がね、アップルでマッキントッシュっていうパソコンを作った時にリサっていう名前を付けたんだけど、そのリサっていうのは子供の名前なんだけど、その子は離婚した奥さん側に取られてほとんど会ってなかったのかな。スティーブ・ジョブズってお父さんをお父さんだと気づかないで会ってるんですよね。スティーブ・ジョブズってお母さんが大学院生でお父さんがレバノン人だったのかな。子供が生まれたんだけど学生だったから育てられないっていうのでスティーブ・ジョブズは養子に出されるんですよ。でお父さんお母さんはその後二度と会ってなかったっていうことになってるんですよ、スティーブ・ジョブズの中で。でも実はスティーブ・ジョブズのお父さんってその後大学辞めてシリコンバレーの近くで地中海系の料理のレストランをやってそれなりに成功してるんですよ。でたまたまそこにアップル社があってスティーブ・ジョブズその店に飯食いに何回か行ってるんですよ。スティーブ・ジョブズの姉だか妹だかがそれを知ってライターさんなんですよね、姉だか妹が。でレストランに行って話を聞きに行くんですよ。スティーブ・ジョブズがどうたらと言わないで。レストランどうなんすかみたいな話をした時に IT 経営者とかですごい成功したやつとかがいっぱいいてさみたいな話して、うちはスティーブ・ジョブズ来たことあるんですよ、あいつ全然チップ払わなくてさみたいなことをお父さんが言ってるんですよっていうのがあったりします。はい。っていう感じで実はその家族との接点っていうのを彼は全然持たないようにしてたんですよね。探せば見つかる、すごい近くにあってもいたんだけど、でもそこを取らなくて、でも彼がその死ぬ間際に言ったのは家族との時間をもうちょっと多く取ればよかったって言ってるので、スティーブ・ジョブズ好きとか尊敬するって言ってるやつで、仕事を選んでるやつはみんなスティーブ・ジョブズのこと全く分かってねえなと僕は思ってます。なので、スティーブ・ジョブズが好きとかじゃなくて、お前金が欲しいだけだろみたいな、本当にスティーブ・ジョブズのこと好きで調べてるんだったらそれくらい分かるよねっていう気がしてますよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。